はい、1ね、夢を叶えるためこう夢は自分にとって本当にプラスでポジティブ的で具体的でね、可能であってね、頑張ればこれぐらいはできますよというふうに、この夢自体は夢ではなくて、かなりこの具体的なイメージ作ってほしいんですね。だからそこはすごい科学プログラムみたいにこういう目的に達する、そのためにこんな段取りで順番で進むというふうに客観的に論理的にやった方がいいんですね。なんか夢叶いますって言ってるの、こんなもういい加減な非科学的感情的なことを捨てましょう。夢をイメージするんじゃなくて、具体的にその状況をイメージする。例えばスポーツやってる若い子だったらオリンピックの金メダル夢するってはいけませんよ。そうするとダメなんです。うまくいかないんです。ではなくて、自分のとにかく進めたい、いわゆる成長できるところギリギリまでやるんだよと。で毎日ギリギリのところまで能力をアップして、でそれでいけばいいんです。だから金メダルではないんです。だから客観的に具体的に物事を見なきゃうまくいかない。そうするとすごい能力ある人はちゃんとメダル取れる。自分の能力に合わせて銅メダルになる可能性もあるし、だから夢引っかかっちゃうと大体予選で捨てられますよ。みんなかなり体力あるのに予選でアウトになるのはみんな感情で妄想で。私は昔結構このテレビでこういうものを見たんですね。やっぱりあまりも感情妄想に引っかかっているとみんな負けちゃうんです。だから1秒の100分の差ですからね。ちょこっとなんかすれちゃうんですね。見てると分かるんですよ。走ってる時でもこの人やともう最初から分かるんです。だから私がこの人やという場合は、その人で自我がなく、ただ自分の戦力を出しているだけ。そこでゴールに行ったら目覚めてゴールで行ったっけと。それで金メダルな。それから目覚めてみんなに挨拶したりいろいろあれは演じちゃうんですね。そこ可愛いんですよ。だから試合の中はもう分からない、何やってるのかと。だからそういう人々はすごい具体的なんですね。金メダル取ってやるぞと走る人は取れません。こういうふうにみんなに挨拶する人とはね、国の旗を回しながらとかね、時々日本の選手たちなんですけど、この勝利宣言まで前もって訓練していったケースあるんです。アイススケーティングとかそういう得意のオリンピックでしたけどね。だから日本出発する前にお前らは負けますよと私はテレビに言ったんだけど誰にも聞こえてないんです。お前ら負けますよ。でも必ず見事に負けたんです。訓練までするんです。勝利したらテレビにカメラにどう喋るのかとかね。そんなことはどうでもいいんです。だから NHK で主催しない人々はメダル取るでしょ大体。それはそういうことなんで、別に NHK が悪いわけじゃなくて精神的にそういうからくりになっちゃうんです。だから人気者感情のものになってしまうんですね。とにかく
夢を叶う時、第一はそういう私は却下しますね。そうではなくて具体的にやってください。2番目の質問はこの何でたい根拠？根拠なき自信が成功のためですよ。根拠なし自信はとても危険でね。じゃあ私は日本の総理大臣になってやるそうと自信持ったらどう？私はっていうのこの質問した方はね、なれっこはないでしょう。だから根拠なし自信持ってはいけないんですね。総理大臣になってみようかなと思うのは、今政権にやっている自民党の大物の何人かでしょ。その中で何人かが総裁選、終わったかどうかわからんだけどね。終わったっけ？次誰でしたっけ？今も菅さんですね。菅さんって官房長官だった人。だからそういう人々だからその人にとっては根拠ない自信じゃないでしょ。根拠ある自信なんです。だからその質問もとても質問ではなくそういう考えも危ないんですね。やればできるやればできると我々は子どもたちに言う場合は本当にやればできるものなんです。根拠ない自信じゃないんです。じゃあ山の上にてっぺんに置いてやればできると言って手を叩いて飛び降りたらどうですかね。やればできるだから飛べますよと。それでも根拠ない自信でしょ。死ぬだけですよ。なんで世の中でそういう考えが流行ってるんですかね。だから根拠ない自信はとても危険。3番目の質問は転職というのは無理なく続けられる。転職っていうのは無理なく続けられるものですね。それはその通りですね。軽々できるんで、また楽しいんですね。また失敗ほとんどしない。もう腕ができているというね。ヴィパッサナ瞑想などやってると大体自分の転職がこれやと見えてくる場合もあります。それは特には若い人々の場合なんですね。しかし心は何でもにも変えられます。プラスチックなものだから別な職業でも真面目に訓練すればプロになりますよ。だからって何でもできませんよ。40歳で初めてピアノを弾いてプロの演奏家になると思ったらこれやめた方がいいんですね。間に合わない。あるいは50歳でやっぱり自分が文化系でしたけどじゃあ医学に入って立派な医者になるとやめた方がいいね。間に合わない。だから勉強する量があまりもたくさんありますからね。だからその場合でもやっぱり具体性が必要なんですね。会社で普通の社員で仕事した人がやっぱり料理やりたくなったと。それだったら大体可能ですね。何かある一つの料理を選んでそれを学んでそれで自分の店を開くっていうことはそれで可能なんですね。だから転職はあるんだけどそれも場合によって別な転職に変えることも可能ですがそれぞれ条件があります。はい、以上です。